ございます。じゃあここら辺いつもそのサンダルなんですか？そうですねこれがミヤイリさんの有名カーですね。あそこになってたあの小麦ですもんね。ああ、そうですね。はい。一応いいタイミングで、はい。昨日草刈りをやったばかりで。あ、草刈りやったばかり。ありがとうございます。いや、ありがとうっていうか、本当たまたま。たまたま。そうそうですか。わかりました。俺もうもう1年作らなかったらこれ山になりますから。そんなもう山。もう1年。早いですね。うん自然の力は。やばいよ。うん。もう草ぼうぼうでそのうち木が生えてくるっていうね。はい、もう迫ってきてるでしょ。うちはその自然栽培とかでやってるから単種でいうとその普通の小麦農家さんの考える単種の半分から3分の1ぐらいしか取れないんであれなんですけどね、まあトータルで今3トン作れれば合格って感じで、まあでも作れない年があるんで2トンぐらいしか作れない年もあるし、なんか別にサポートしたいっていうよりかは、なんか一緒に頑張っていきたいなと思ってるので、なんか僕らもパン買ってくれる方にこういうのがありますよって伝えていって一緒に良くしていきたいなとは思ってますけどね。はい。品種ごとちょっとここだけ北海道で、なんかちょっと長野のライ麦がなかった時ちょっと助けていただいた方で、まあ、小さいとこ含めれば8から10ぐらい、8から10。はい、まあメインは6ぐらいですけど、はい、全然そうですね。これはうちだとグランデポートルっていう名前でスペルトのパンです。スペルト焼くってこと。あ、そうですね。全体のどのぐらいの割合が自家製粉なの小麦なんですか98%と95%とかですかね。はい、なんか唯一ブロンっていうパンだけちょっと製粉したものをちょっと半分ぐらい使ってる感じで。これは誰の農家さんなんですか？これは上田の夏見農園さんっていうところ。製粉する速度というか、1時間にどのぐらいの量できるとかある？まあ、僕は1時間に1キロぐらいですかね。この粗さの細かさでだいぶ変わるんですか？そうですね。まあ膨らみ方とか食感とかはパン作っててやっぱ水の入り方は全然違いますね。麦が落ちる量がこれで調整して、すごいアナログなんですけど、はい、ふすまがやっぱ酸化しやすいんで、
まあ基本はフレッシュな、まあ長くてもまあ2週間以内には全部使い切るっていう。日本のものですか？まあやっぱこういう業界ってやっぱそばですよね。が原因で、石の目立てを小麦用になんか筋というか溝っていうのを小麦用にカットしてもらって、これは種2段階仕込みにしてて、はい。これが結構乳酸寄りの種なんで、そこから酵母寄りの種をいわゆるルバンを作って、パンの何%ぐらいが種になるんですか？パンによるんですけど、カンパだったら 65%、多分多いと思う。ブリオッシュとかだったら 35% とか。おお。がっつりいきますね。そうですね。種の管理、種作り。まあなんか僕は酸味のあるパンが好きなんで、フレッシュなものよりはちゃんと発酵させて作ってるって感じですかね。作って1週間ぐらい置こうかな、冷蔵庫でですね。その元種を本当だね。はい。何種類のパンでしたっけ？結局作ろうとしてるのは。カンパーニュ、ライ麦、スペルト、ブリオッシュ、スコーンで、こっちがブロンですね。おお。でまあ今日だけちょっとよもぎと、あとトルコで教えてもらったターメリックのパンをちょっとあんま普段やんないんですけど、で、まあ、この辺は種系ですね。トルコは何で行かれたんですか？トルコはなんか古い品種の小麦、一粒小麦、まあ英語で言ったらアインコーンか。なんかアインコーンとかなんか古い小麦がなんか面白いなってなんか最近思ってて、でたまたまトルコでその一粒小麦育ててる農家さんがいらっしゃって、なんかそこにまあ1週間ホームステイしに行ったっていうのが一番、まあちょっとお母さんはなんか常に料理作ったり牛の世話して大変そうだったけど、男たちは中のんびり暮らしてるって感じです。あっちの人ってパンにはせずにブルグルって食べました？もみ殻のまま乾燥させて、で脱穀して、でもう一回乾燥させてちょっと軽く砕くって言ってて、でピラフみたいにして食べるんですけど、炊くんですか？炊くお米みたいに。で本当お米みたいですごく美味しかったですけどね、ブルグルが。でもそれはびっくりしましたけど、ブルグルは。8割ぐらいはまあそういう食べ方で、まあ、2割ぐらいは製粉するかなとか言ってましたけど、なんかいつからやってんのって言ったらなんか首かしげる、昔からみたいな。アインコーン自体。アインコーンを育てる。じゃあ食文化としてあるそれがあった。食なのか飼料なのかわかんないですけど、でもそれこそそのトルコはそのアナストリア、そこの隣のイランとかあっちの方が多分小麦の栽培の発祥の地じゃないですか、だから近いからそういう文化が多分残っててもおかしくはないので、それこそドアンさんでやってます、ドアンさんにとも話しましたけど、まあ、今でこそ栄養価が認められて食べてるけど、昔は牛の餌っていうかって言ってましたね。Dünyada 4 temel gıda malzemesi var. Bir tanesi buğday, bir tanesi pirinç, bir tanesi patates, bir tanesi mısır. Biz buğday bölgesindeyiz ve buğdayın ana vatanıyız. Bu sebeple bizde daha çok var. Yani nasıl onlarda pirincin daha çok beslenme için kullanılan farklı varyasyonları varsa, biz buğdayla yapılabilecek her şeyi 13.000 yıldır deniyoruz zaten bu topraklarda. あとはやっぱトルコの小麦の品種
ちょっと何種類かちょっとメモれなかったですけど、すごいたくさんあって、赤い小麦とか、なんかそういう小麦があったりとか、多分なんか見せてもらって写真は撮ったんですけど、なんかそういうのがちゃんとアーカイブとして残ってたりとか、あとドアンさん自体いろんな都市行ってますよね、ご存知だと思いますけど、なんかそこでなんかやっぱそれぞれのテクニックみたいな言い方しましたけど、いろんなパン作りがあって、なんかそういう各地域にいろんな作り方が残ってる。Bizim 10 tarım bölgesinde 10 tane enstitümüz var. Yani sadece buğday için çalışan, sadece buğday geliştirmek için çalışan ve her birinde binlerce çeşit buğdayı iklime göre, oradaki bölgeye göre, oranın şartlarına göre yetiştiren enstitülerimiz var. Bunların çalışmaları var. Bunlar sürekli düzenli olarak buğdayda çalışma yapıyorlar. Çünkü biz dünyanın en fazla un satan ülkesiyiz. Yani biz kaybedemeyiz yani bu çeşitliliği. Ve bu çeşitliliği elimizde tutmamızın tek bir sebebi var. İleride başımıza gelecek, yani buğdayın başına gelebilecek hastalıklarda onlara kullanmak için gen bankası olarak kullanıyoruz. まあ、あと彼は全粒粉はちょっと否定的でしたね。あ、本当ですか。まあ僕がこれ言うのはあれですけど、やっぱ全粒粉って多分栄養価が高いっていうか、まあ、エネルギーが高い分、今の日本人っていうか現代人にはまあ強すぎるというか、昔の人ってすごい動いてたと思うんですね。まあ、農家さんしかり一日中働いて体力使ってた仕事で全粒粉は理にかなってると思うんですけど、今パソコン仕事で動いてないじゃないですか。それで全粒粉っていうのはみたいな話をしてましたって言われて、いや確かにそうだなって思っちゃいましたけど。ドアンさんにしてもらったパメとかですね。これはトルコのマーケットで買ってきて、持ってきたんですね。はい。砕くやつがあるならホールがいいよって言われて、ホール買ってきました。見たことないです、サーメリカで。ドアンさんもやってたわ、サーメリカだったら。これがブロンですね。ちょっと実験的にブロンだけオートリーズやってて、なんかうち基本全部全粒粉で重いパンなんで、まあブロンは、まあ、ちょっとでも食べやすくできたらなと思って、でまあオートリーズやった方がまあ水が入るんで、ちょっと実験的にやってます。これがルバンですね。もう一回加えた状態ってことですね、元鍋から。そうですね、はい。これは昨日の午後。まあ、種と塩と、まあ、ちゃんと混ざれば OK ぐらいですね。
呼んでくれればトルコのパン教えるよって言ってましたよ。どうなんですか。日本にへえ。まあ、それか逆に日本から何人か来てくれればうん教えるよって言ってました。あートルコ、はい。これが宮入さんの小麦と別の上田の方の中力粉とライ麦、あとはライ麦入ってる乾パンですね。ちょっと感慨深いですね。そうですね。ちょっと温度上げたんで、ちょっと乾パンにはちょっと低かったかなっていう。ターメリックの匂いがすごいですね。そうですね。香りはやっぱ違いますよね。でも日本にいる昔パン屋やってたトルコ人に取材したいことがあるんですけど、日本って全然トルコのパンないじゃないですか。そうですね。でやっぱりトルコ人でパン職人だとビザが下りないらしくて、あ、そうなんですか。外務省の。でも単純にそれは僕が思うに外務省の偏見だと思うんですけど、フランス人だったら向こうで何年間かパン職人だったらビザ下りるんだけど、トルコ、まあ、イランもとか、中東の国とかそれでビザ下りないから、結局その人も仕事パン屋でやってたけど、トルコから職人呼べないから人手不足で続けられなくなっちゃって、だからそれこそドアンさんの世界で見たらすごいオリジナルなトルコのパンいっぱいあるのに、日本で全然ないってこうやってブーランジェリーっていうフランスのパンいっぱいあるのはそういうものが根っこにある。これがニックさんのよもぎですね。ニックさんもキャラ濃かったですね。あ、そうですね。ちょっと過激化なんで、ちょっと放送できないことも言ってたかもしれない。まあでもパーマカルチャー本気でやってる人だから。よもぎはどこにあるんですか？売るやつ？うん。中に。中にある。はい、瓶の中に。なんだっけ。よもぎだけど、何も使わないね。めっちゃありますね。めっちゃあります。もうなんか本当ストイックに環境のことを考えてやって、まあなかなか日本人には言えない意見を言ってくれる貴重な方なんで、僕も勉強にもなるし刺激にもなる人。ニックさんは白井さんのパン食べてるんですか？白井さんのなんかちょっと独特なブリオッシュも面白い。そうなんかでもまあ、多分一番普段いっぱいの食べてるのがコンパンだね。その香りが。まあ今回トルコはなんでターメリックとクルミやりましたけど、基本は長野のものしか混ぜないんで。それ自分に課してもなんかどういう意味があるんですか？まあもともとオーガニックコットンの仕事してたんで、まあそれで結構トレーサビリティとか農家さんとか、まあいろんなことを伝えてたりしたんで、まあ、なるべく混じりっけないようなものがいいかなと思って、なんか手間かかるんでね、ちょっとあれですけどね。何が一番手間なんですか？
まあ、まず買いに長野に行くっていうのもあるしそっから場合によっては一緒に収穫もするしまあ加工も、まあ、ニックさんはドライにしてくれますけど、ものによっては自分でドライにもしますし、ちょっとのんびりご飯食べてくれちゃうすいません。あ、いえ、全然大丈夫ですけど。まあ、本当は1時ぐらいにやりたかった。大きなやつは何キロあるの？あれが2.4。2.4。中力粉の白根小麦。どんな特徴があるんですか？そうですね。なんか夢香るよりはなんかちょっと黄色っぽいんですけど、なんか味としては僕すごい深みが出てすごい好きな小麦ですね。深い味がする。そうですね。まあでもグルテン少ないんで膨らみはそんなに出ないんで、普通はパンには使わないことが多い。そうなんですか。これ父の電気屋時代に使ってたテレビの台、ブラウン管のブラウン管の台。
さんの電気屋の時代ははいこれ商店街だったんですか？ああそうですね、ここがもう隣がなんかお惣菜屋さんがあったりとか八百屋さんがあったりなんですけど、今は何にも残ってないですね。全部潰れちゃったってことですか？そうですね、全部もう潰れてマンションに変わってったって感じで、まあ日本全国同じですけど、まあ大きいイオンとかヤマダ電機とか、まあ大きいところができて潰れて。こういうところも全部商店だったんですか？あ、そうですね。ちなみにあそこ何屋だったんですか？あそこもうちょっと区画も変わっちゃってるぐらいなんで、あ、そうなんですか。あれですけど、あっちは洋服屋さんだったかな。この正面は、こっちは耳鼻科、靴屋さん、あお寿司屋さんみたいな。寿司屋もあったんですか？あ、寿司屋さんもある。隣が酒屋さんで、隣がお肉屋さんで、一個挟んで文房具屋さんもあって、何にも残ってないですね。そうですね。で、端が薬局とか。で、このマンションはお惣菜屋さんがあって、お弁当屋さんとかがあって、その奥が大きな八百屋さんとかお魚売ってるようなところがありましたね。あ、ここもうずっとですね。ずっとですか？何キロも。何キロもですか？はい。結構でっかいです。あ、そうですね。これでパンこねてた。おお。どこで手に入れたんですか？メルカリ。メルカリ。メルカリ。日本のものじゃないですよね。あとフランスのって書いてました。これはちょっと実験のライブですね。はい。
パン中毒って子供から言われてます。来月で1年目なんですか？そうですね、はい。10月8、20日、お天パの日。あ、天パの日。はい。なるほど。狙ったんですね。そうですね、はい。あ、そうなんですか。小諸。うちのお店は初めてでした。ありがとうございます。まだ暑かったりすると冷蔵庫の方が、はい、日持ちはします。でどうしても乾燥はしていくので、せいろで蒸していただくとか、切り口とかで水を入れてフライパンで焼いたりするとふっくら柔らかくなるので。そうですね、今出てる分だけスコーンハーフサイズ。はい。はい。じゃあね、味としてはまあこっちの方がまあプレーンとこっちちょっと甘いやつです。甘いやつですね。はいはい。でこれとこれとあとスコーン一つ。お一つ。よく来るんですか？そうでも木金同士がやってないから、だからなかなか都合が合わなくて。そうですね。その一番好きなのはどれになるんですか？僕はねやっぱこれがブリオッシュ。はい。でパンをはい。グルテンフリーでパンをなるべく食べないようにしてるんですよ。ああ、家で。でもうでずっとパン食べるのをやめてたらはい。体調いいんですけど、だけどここのパンだけは食べてもいいっていう自分の判断でなるほだから結構全粒粉とかあるけど全粒粉入りぐらいでまあこんな硬くて重くていうパンがないのでど。なるほど。全粒粉 100% がですよね標準装備なんで、安心して食べられる。世界の消費量がパンが日本一で、トルコが。嘘。はい。だから本当にパン食べるすごいサインが書いてある。いや、すごい人でしたね。へえ。ちょっと写真撮っとこうかな。じゃあ前回食べた時すごい美味しかったっていう。めっちゃ美味しかったです。それが珍しい小麦を使ってたりするので、すごく興味を惹かれて、でやっぱりこう何回も言いますけど美味しかったです。すごく。お米と一緒で、やっぱ大きく炊いた方が、こっちも大きく焼いた方がやっぱちょっとふっくらしっとりはしやすい。
私は長野県の無農薬の小麦で、はい、パン焼いてまして。ありがとうございます。完売しまし完売しました。はい。まああと予約の受け渡しぐらいなんで、開けときますけど。